ケベなんですね。夕刊誌の風俗欄みたいな中年のおじさんが電車で読んでるエロ記事、ああいうノリが詰まってる。中年親父とはこういうことさというアニメなんですね。似てますよね。嫌な字で、まあ帽子かぶったらこれで完璧なんでしょうけど、今日は偶然ジャケットもそれっぽいなんか色なんで嫌になってきちゃうんですけど、そろそろ外しますね。はぁ、OK。紅の豚、1922年の作品ですね。もう今から26年も前のアニメです。もともとですね、ここに書いてある通り JAL、日本航空のですね、国際線の機内で上映するフィルムの予定でした。15分ぐらいのフィルムの予定って言われてるんですけども、まあ後にですね、本格的に JAL にプレゼンした時には30分にしてくれとかですね、45分ぐらいとかいろんなのがあるんですけど、宮崎駿が一番最初考えた時は15分だったそうです。キャッチフレーズはですね、疲れて脳細胞が豆腐になった中年男のための漫画映画。1992年のですね、国際線だからまだタバコ吸えたんですね。なので、まあタバコスパスパ吸ってですね、国際線の機内でロンドン出張とかですね、ニューヨーク出張とかでも本当に疲れてたおっさんのための、フィルムです。宣伝のために糸井重里が書いたですね、キャッチコピーですね。かっこいいとはこういうことさ。今週と来週2回に分けてやります。で、今週の前編は楽しみ尽くすです。紅の豚を楽しみ尽くすということでですね、冒頭の10分ですね。正確にはね、9分15秒ぐらいなんですけども、もう徹底解説をするという、ね。冒頭の9分10分が紅の豚、高揚感がとんでもないのでですね、これをですね、今日、もう前半と後半との切れ目がですね、あんまりはっきりしません。楽しみ尽くす時のポイント何かっていうと、実はこのアニメですね、こういう言い方をするとちょっと誤解を受けちゃうかもわかんないんですけども、カタカナで書くところのスケベなんですね。漢字のスケベじゃなくてスケベなんですよね。トースポのですね、いわゆるダメな夕刊誌のですね、風俗欄みたいな中年のおじさんがですね、電車で読んでるエロ記事あるじゃないですか。ああいうノリがですね、詰まってると。どっちかっていうとですね、中年親父とはこういうことさというアニメなんですね。この妄想、実はこの紅の豚の面白さの本質っていうのは、この中年親父のちょっとスケベな感じが入ってるっていうのが、あまりね、女子供にバレてない。金曜ロードショーのツイート見てもですね、なんか全然バレてないみたいなんです。今夜はまあ、それのですね、ネタバラシということもないんでしょうけども、こっちの見方した方が絶対に、楽しみ尽くすになるっていうのをですね、まあ、話そうと思います。来週のですね、後半はですね、しゃぶり尽くすですね。もうお話の裏にあるかなり深い話をちょっと掘って、まあ、隅から隅までしゃぶり尽くしたいと思います。で、こっちはね、なんで中年のおじさんのアニメになったかって、なんで中年のおじさんがですね、豚になったのかと。それは坊主、あと20年したら教えてやるぜっていうのが、まあ実際この映画のスタンスなんですけども、もう28年経ってますんで、映画公開から28年経ったのでですね、坊主はもう中年以上になったと思いますんでですね、まあ中年になってしまった僕たちのためのですね、紅の豚講座っていうのがですね、来週のちょっと深いところを掘って、今週が楽しみ尽くすで、来週が隅々までしゃぶり尽くすですので、楽しみにしてください。大人向けのですね、楽しいアニメを作るためにですね、宮崎駿が今回やったのはですね、すべてのキャラに影を作って、その影を徹底的に隠すという方法でやっています。一見するとみんな気持ちよくて単純なキャラがいっぱい出てるように見えるんですけども、それがなんか実は影がある。でもそれを見せないようにして表面のストーリーだけで楽しめるように作ってます。だからハウルと同じなんですよね。さっきも話した通りですね。国際線の短編映画だったので、疲れて脳みそが豆腐になったおじさんを楽しませると。ちょっとエッチなコントみたいな、ちょっとエッチなコントを見るんだという目線でですね、冒頭10分見ると、宮崎駿が狙ったですね、おじさんギャグっていうのがね、かなり入ってるんですけども、よくわかんないんですね。それが楽しめるようになると思います。一番最初ですね。まあ、ここは別におじさんギャグでも何でもないです。有名なですね、タイプライターみたいな、なんだろうみたいな豚が動いてカチャカチャカチャっと出てくるやつですね。上から、日本語、イタリア語、韓国語ですね。英語、中国語、スペイン語。このスペイン語ね、最初なかったそうなんですが、後で入れた。なんでかっていうとですね、この10カ国語っていうのは JAL の国際線で見せる予定なので、当時の国際線の代表的な航路だったんですね。で、それが、スペインもそうだったというふうなことで入れてですね、大体その国際線の機内でかかっている映画の字幕に対応しているというふうに言われてます。字幕がカチャカチャカチャっと出てきて、次のシーンがですね、もう、秘密基地ですね。ポルコの秘密基地。漁師のですね、
死刑、海が荒れた時のですね、隠れ家っていう風な設定があるそうです。それをポルコが譲り受けたと。もともとは漁師さんがですね、アドリア海で漁する時にですね、あんな綺麗な海で魚取れるかどうかわかんないですけど、まあ一応、位置で魚売ってたから、ちょっとね、熱帯魚っぽいやつ売ってたからあるんでしょうね。それが海が荒れた時用の隠れ家を買い取ったかもらったかしたそうです。注目すべきポイントはですね、このポルコの船ですね。船って言ってるのはこれは飛行艇であって飛行機じゃないからです。これがですね、やや左に翼が降りてですね、左のフロートが水面についてると。こういうね、芸の細かいことをやってくれてるんですね。ここの作画ではですね、左のフロートだけが水についてると。こういうの書くとついついね、水平に書いちゃうんですけどもですね、宮崎駿、さすが分かってちょっと傾けるんですね。ほんの小さいボートですね。これは飛ばない時、エンジン調子悪い時とかそういう時にですね、街まで出かけるよというふうに最初のうちは思ってました。なんかちょっと違う感じです。音楽がかかりですね、寝てるポルコが映されます。敷いてるですね、このバスタオルと椅子、この配色が同じなところにちょっと注目してもらいたいと思います。今回のですね、色指定ですね、色彩設計やったのはですね、ジブリのですね、昔から全てをですね、こなしているですね、安田道夫さんではなくて、新人というかですね、弟子のですね、立山照夫さんです。これ当時の写真ですね。当時の座談会、ジブリの女性スタッフでやってた時代の座談会です。割とちょっとアンニュイな感じのする美人です。この師匠のですね、安田道夫さん、この間死んじゃった人ですね、はですね、ジーナのモデルっていうふうに言われてます。どういうふうにモデルかっていうと、ジーナみたいになんか綺麗とかそういうの意味でなくて、どちらかという意味でなくてですね、ものすごく仕事ができて、宮崎駿がですね、安田さんには頭が上がらないからなんですね。例えば、宮崎駿がこういう色にしてくれと。前回のもののけ姫だったら、アシタカが持ってた砂金の粒、そういうのをこの色にしようって言ったらですね、安田さんがですね、そんなのダメよとか、あなた本当にセンスがないわねとか、こっちがいいわって、いや、俺はこっちがいいと思って言っても、何言ってんのこっちにしなさいって言って、最終的に仕上げたものを見て、なるほどなって宮崎駿が言ったら、ほら私の言った通りでしょ、私が正しいのよと言って、宮崎駿をやり込めて帰ってしまうという人なんですけどもですね、なんか実際に塗ってみせられると、駿はグーの音も出ないというタイプらしいです。で、その名人にしごかれているのはですね、立山さんの色して今回もですね、ものすごく精密で複雑です。例えば、ラストのポルコとカーチスが殴り合うシーンありますよね。殴り合うシーンですね、水中に倒れる時があって、口の中からあぶくが出るんですけども、このあぶくの色をどういうふうにするのかと。本当はあぶくの色、これ抜群なんだけど、こっちの色にしちゃうとカーチスの水中の顔色が映えちゃうと。でもこの時はみんなにポルコの顔を見せたいから、ポルコの色が映えるあぶくの色にしなきゃいけない。じゃあもうちょっと残念だけど、あぶくの色はちょっとこっちにしますみたいなことをですね、対談でこう語っているんですけどもですね。そんな人だから単に偶然とか手抜きじゃないんですね。この2つの配色が同じ、色指定が同じっていうのはですね、青のストライプにする、わざと同じ色。おそらく揃いのですね、椅子とデッキチェアとバスタオルなんでしょう。多分、高級ホテルか、高級客船の払い下げ品だと思います。そういうふうなものだったら、同じ色の色味でですね、あり得ますから。で、ここのバケツにですね、わかるかな、シャンパンが突っ込んであります。ちょっとボトルの首の先のところが大きくなってるんで、シャンパンとわかるんですけど、バケツの中で冷やしてるというかな、もう氷も溶けちゃってるんでしょうけど、このシャンパン意味がわかんなかったんですよ。なんか空賊を倒した時の乾杯用かなと。ワインかなと思うけど、ワイン冷やすバカはイタリアにいないんでですね、ラジオから流れてるのはさくらんぼの実る頃ですね。これはこのアニメのテーマの一つなんですけども、ちょっとこっちの方は複雑なテーマになるから来週回しにします。ポルコはですね、シネマという雑誌を顔に乗っけて寝ています。1969とですね、年号がわかるように書いているのでですね、シネマ誌にですね、一応これ設定、ウィキとかですね、本とかを見ると、このお話の舞台は1929年ということになってるんですけども、後にですね、ポルコがガソリン入れると、補給するときにですね、店のおっさんらと話しかけてて、世界恐慌ってやつかっていうシーンがあるんですね。で、世界恐慌1929年の10月ですから、だとすると話が合わない。これ夏の話、夏が舞台になってる話なんでですね。なので、他にもいろんな説があります。1930年説、33年説。なんで30年説と33年説かっていうと、後で語られるですね、ポルコがですね、機関銃買いに行った時に愛国国債はいかがですかっていうふうに、
郵便局か銀行のおっさんに聞かれるんですけど、その愛国国債債券ですか、債券がイタリアで発行されたのって30年と33年だけなのでですね、その時期じゃないのという人もいます。一応僕というか岡田ゼミの見解としてはですね、1930年ぐらいじゃないかなと思います。っていうのは、公式本にもですね、1920年代の末って書いてあって、西暦2000年が20世紀などと同じようにですね、十進法では1930年は一応20年代の末と言えないこともないのでですね、それぐらいなんじゃないかなと思います。あと世界恐慌1929年の10月に起こったんですけども、その波が本格的にイタリアを、もともと不景気なイタリアをさらに不景気にさせたのには1年ぐらいかかったっていう話なんで、そういうふうにすると設定的に合うんじゃないかと思います。ただ、このシーンでですね、皆さんに注目してもらいたいのは、ここの首のこのネクタイなんですね。ポルコはネクタイしてるよ。なんでっていう話なんですけども、この話はまた後でします。で、そこに電話かかってきます。ジリリリリンとなってですね、ポルコ大変だという電話かかってくるんですけど、この電話不思議でですね、もちろん電線で繋がってるんですけど、海底ケーブルなんかやってるはずがないし、無線電話のアンテナがどっかにあるのかも変なんですよね。で、電話っていうのはもともとですね、タクシーのうんちゃんがもともと電話屋さんに勤めた人がいてですね、そのうんちゃんとちょっと会話した時に聞いた話なんですけどもですね、昔のこのクランク式の電話、このぐる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 回す電話ありますね。あれの仕組みって、ぐるぐる回すのって発電機なんですね。で、この発電機の電力がどこに繋がっているのかというと、自分の電話じゃないんですよ。発電機はですね、交換手に繋がってるんですね。遠く離れた交換手のところに繋がってて、自分の電話をぐる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 回すと、その交換手のところのベルがチリンとなってランプがパッとつくそうなんです。そうすると、こっから、電話がかかってきたということで交換手が挙げて、はい、何ですかって言うと、何番にお願いします。というふうに言うと。そうすると、交換手がですね、じゃあ繋ぐわって言って、そっちの電話に次は呼び出しボタンというのを交換手が押すと。そうすると、交換手が押したボタンのからですね、電気が流れて、スイッチが入って電気が流れて、次は受ける相手の家の電話機の中にあるベルがジリリリンとなると。これどういう意味かというと、この電話の中に動力、電池は一つも入ってないんですね。この時代の電話には。で、全部自分で発電機で回して相手のベルとかランプを鳴らすか、または相手の電力で自分の電話のベルがジリリンとなるか、どっちかなんですよ。ということはですよ、ポルコの家の、隠れ家の電話機がジリリンとなるということは、遠く離れた交換手のところに電源があって、それが流れてきた。やっぱ海底ケーブルなのってことになるんですけども、これね、全くわかんないんですよ。だから、説明できる人がいたら、ぜひ僕に教えてください。僕がちなみに聞いたですね、その元電話局で働いた G さんは、タクシーの運転手さんはもう70超えてましたけどもですね、ジーナのホテルにも、ホテルアドリアーノにも電話あるんですけど、多分あれは無線基地局が島の中にあってですね、そこから連絡があるんで、あれは大丈夫だと思うんですけど、これだけ謎なんですね。で、電話が鳴ります。ポルコロッソ、すぐ飛んでくれ。まんま言うと弾が出たんだっていうふうに言います。そうすると、ポルコがですね、電話機を取ります。寝たまま聞いててですね、で、足でですね、この机をずっと近くへ持ってくるというですね、なかなかいいシーンなんですけどもですね、注目してほしいのはですね、ポルコ、手袋までしてるところなんですよね。ネクタイして手袋してるんですよ。ちょっと変だと思いません。仕事熱心かなと思ってたんですけどもですね、ポルコの返事、まんま言うと、安い仕事はやらないぜって答えながら、足で机を近くにずっと引き寄せてラジオを切ると、なかなかもう仕事やる気満々なんですよ。おまけに服見るとさっき言ったみたいに、きっちりと戦闘服着込んで、航空服ですけどね、シャツにネクタイ締めて、手袋までしてフル装備なんですよ。これがじゃあ、果たしてポルコの普段着なのか。普段からこんな戦闘服を着て、用意バッチリで待ってる。で、それで昼寝してるような男なのかってそうじゃないんですね。これね、後で出てくるですね、ポルコの普段着なんですけどもですね、これがポルコの普段着なんですよ。これがいつもの服でですね、タンクトップにですね、ショートパンツなんですね。当たり前ですけどもですね。でつまり、このファーストシーン、冒頭のシーンのポルコはですね、もうすぐ出撃要請ですね。もうすぐ電話がかかってきて出撃してくれと言われるのを分かってたんですね。分かってる、知ってるからですね、戦闘服をもう着て、ネクタイ締めて、手袋までして、
なぜかシャンパンまで用意して、で、電話を待っていた。で、電話を待ってるうちにポルコの予想より電話かかってくるの遅かったから、いつの間にか寝てしまってた。っていうのが、このシーンのですね、まあなんというか回答というかですね、真相だと思います。ここは後でポイントになりますので、覚えておいてください。手袋までしてます。さっきも言ったようにですね、手袋までしてます。電話がですね、ベニスからのチャーター船が狙われている。鉱山銀行の給料を積んでるんだ。鉱山銀行の給料を積んでるんだ。それだけかっていうふうにポルコが聞くと、いや、って言いにくそうにですね、バカンスツアーの女学生の生徒たちが乗ってるんだ。っていうふうに電話の主が言います。そうすると、ポルコすごい嬉しそうに、そいつはちと高くつくぜっていうふうにニヤッと笑うんですね。もう実に嬉しそう。この知らせを待っていたっていう感じなんですね。なんでポルコはすぐにですね、すでに出撃用の戦闘服を着込んで、シャンパンまで用意してネクタイ締めて手袋してたのかっていうのは、この段階で可能性がいくつかあるんですよ。例えば、1番、マンマユート団にスパイがいると。襲ったマンマユート団自体の中に内通者がいてポルコにあらかじめ知らしてた。ですね。2番、SOS の無線を傍受してた。だから、その客船が、チャーター船がですね、ベニスからのチャーター船が SOS を撃った時にポルコが聞いてたからポルコは知ってた。3番目ですね、出撃を要請してくる組織自体に、ポルコの内通者、味方がいてですね、先に情報がくれた。4番目、あいつらマンマユート団貧乏でバカだから、そろそろ誰か襲うだろうというふうに思ってたと。普通に考えたらですね、これぐらいの選択肢なんですけども、僕が思う一番可能性が高いのはですね、ベニスからのチャーター船に大量の金貨ですね、鉱山会社の給料ですから、それはもう大量の金貨なんですが乗ってることと、女子大生が乗ってることを知ってると。バカンスツアーの女学生というふうに言ってるから、多分ポルコは反射的に女子大生って考えてるんですね。女子大生が乗ってることをポルコは知ってた。となるとこれは襲われるに違いないと。そんだけの金貨を一度に運んで、おまけに女の子も乗せるとなると、見逃すはずがないと。電話かかってきたらすぐに出撃できるように、フル装備で待ってようと。で、マンマユートなんかすぐに倒して、多分襲われて、連れて行かれて誘拐される女子大生は素敵なおじさまが助けにくれたというふうにびっくりするだろうと。さあ、ここがおじさまの隠れ家だよ。二人きりで乾杯しようと。そんなことを考えたんじゃないのかなと。なのでですよ。これなんですよ。この、必要のないバスタオルはそのためですね。だって自分デッキチェアに座ってくつろいでるから、ここにバスタオル敷く意味何にもないんですよ。だからバケツにシャンパンを突っ込んでたっていうのは、狙った空賊を退治した時の乾杯用で、敷いてるバスタオルは何かっていうと、おじさま、ここの海きれい、すごいこの秘密基地、私ちょっと裸になって日光浴したいわ。あら偶然、こんないいところにバスタオルがっていう感じをですね、その時のためですね。で、これをですね、なんか考えると、最初のシーンももう違って見えてきちゃうんですね。このちっちゃいボートもですね、僕は最初考えたのが、いや、船が飛べないとき、飛行艇が飛べないとき用の連絡用かなと思ってるんですけども、これはね、女子大生とボートを乗るためにわざわざこの位置に止めてですね、準備してですね、この島星空も最高なんだよって言って、なんとか夜まで引っ張ってですね、で、おまけに後ろ見るとですね、この島、なんかね、ドアがあって窓がある家があるんですよ。これみんな気がついてました。実はポルコの、秘密基地って家あるんですよね。どれがわかりやすいかな？この写真の方がわかりやすいですね。ちゃんとね、ドアがあって窓がある家があるんですけどもですね。じゃあなんでこんなドアがあって窓がある家がちゃんとあるのにここにテント張ってるのかっていうと、もうこれはですね、こんな男女体の汚い家なんか見せたくないからで、ロマンチックなテントと灯油ランプをわざわざ用意してたのに、後にそれをですね、フィオンに使う羽目になるとは、とほほっていう、こういう流れの実は話なんですね。実はっていうのは。で、実はとまで言うのはなんでかっていうと、宮崎駿がですね、紅の豚を作る前に書いている原作漫画、模型雑誌に書いて原作漫画、飛行艇時代っていうのがあるんですけども、その中ではですね、マンマユート団がさらうのは、もう、しょっぱなからクラリスみたいな女子高生というか、女子大生っぽいですね、もう美少女、マンマユート団にさらわれたと。さらわれたので、ポルコが助けに行くとですね、途中で、観光船とすれ違うと。ポルコが出撃すると、偶然通りかかった遊覧飛行の飛行艇の中には、これまた偶然若い女の子だらけでですね、豚さんよ、可愛いっていう歓声が飛ぶんですね。しかしポルコはですね、そんな女の子にクールにですね、こんなところで飛んでると団体でさらっちゃうよと答えてですね、投げキッスまでするんですね。ここにこうハートマーク書いてありますから、投げキッスまですると。そうすると女の子たちはですね、かっこいいと言ってですね、ポルコの返事、うひょ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 です。はい。これね、全般ね、
志村けんのコントみたいなものを想像してくれるといいんですよね。いや、本当に当初宮崎駿が作りたかった、豆腐みたいになった、脳細胞が豆腐になったおじさんたちを慰めるためのアニメって、これをやろうとしてたんですよ。で、これをやろうとしてたんですけども、紅の豚ってどんどん話が深刻になってきて、なんかあらゆる人物に奥行きを与えてしまった結果、これもうできなくなっちゃったんですね。ところが A パートと言われるですね、冒頭の10分15分にはそれがプンプン残ってるんですよ。だから見どころ僕そこだと思うんですけど。で、こっから先まだあります。かっこいいと言って、うひょ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 と言った後どうなるのかっていうと、もうすいませんね、こんなので大喜びしちゃってですね。またネットで叩かれてしまう。ついにですね、女の子、美少女を助けたポルコですね。隠して美少女を助けたポルコロッソ。しかし美少女は海に飛び込んでびしょ濡れではないか。これはいかんと。私にはエッチな気持ちなど1ミリもないが、濡れた服のまま飛ぶわけにはいかん。仕方がない、脱ぎなさい。脱がすわけですね。愛機サボイア号の羽の上でアドリア海の陽光ですぐ乾きます。毛布の下はすっぽんぽんでも私はエンジンの修理してるので見てませんよっていう感じでですね、上のコマがあってですね、下のコマがですね、乾きましたか。さあ、ご両親のもとへお送りしましょう。困ったのはこの飛行艇は一人乗り。そうだ、このポルコメの膝の上に乗りなさい。一人乗りだから仕方ないでしょう。さあさあ。さっきまですっぽんぽんだった美少女を仕方なく膝に乗せたポルコロッソは夕焼けのアドリア海を飛ぶのであったというのが、マジでこれラストシーンなんですけども、この漫画の。すごいの書いてるでしょ。いや、だから、この後ですね、実際にポルコが助けるのはですね、幼稚園児たちでですね、当てが外れたポルコは腹ひれ惚れられて、まるでさっき言った志村けんのコントみたいになるんですけども、これがね、冒頭10分のその紅の豚の映画版の構成であってですね、なんか中年おじさんが笑って楽しめる、お色気あるのかと思ったら実は当て外れだったと。だからこち亀なんですね。金に汚いこち亀のりょうさんが失敗するっていう話みたいにですね、妄想ばっかりしている中年ポルコがですね、当てが外れてがっかりする話のギャグアニメとして割とね、最初の10分は作ってあるんですよ。で、りょうさんと同じく、こち亀のりょうさんと同じく、ポルコもですね、徹底的にこのスケベ親父として書いてるんですけども、実際には手を出せないですね。実際の女の子が来たら手を出せないと。そこもなんかりょうさんの、いつも失敗する感じと同じなんですけど、だからフィオが来て、いきなり服を脱いで、私泳ぐねって言った瞬間にですね、やめろとも言えず、おいおいというだけで固まってしまうっていうですね、そのなんかフィオが泳ぐねと言っていきなり服を脱いで泳ぐのは、実はこの今のというかですね、前半10分に出てくる女の子が裸になって泳ぐシーンと交互関係というのかな、その伏線と回収に当たるんですよね。だからポルコというのはいつも女のことばっかり考えてる妄想好きのエロ豚みたいな感じなんですけど、実際にフィオが来て服を脱いでしまったら、ああどうしようとうろたえて固まってしまう、その純情な男の子っていうですね、なんかこう童貞中学生みたいな話なんですよ。紅の豚の楽しみ方の一つは、かっこいいとはこういうことだと書いてあって、ポスターがあるからかっこいい男を見るんだと思うんですけども、そのかっこいい男の裏にはですね、童貞中学生がいると思ってみると、中年男としての紅の豚が見れるんですね。この子供の頃に見ると、あ、かっこいいとこういうことかと。若者の頃とかに見ると、こういう大人になりたいなというふうに憧れるんですけど、さあすでに中年になってしまうと、痩せ我慢してるわけじゃないんだけど、なんか手出せねえよなっていう、臆病なのかな俺っていうような、こういうなんか分かるようになってくるんですね。キャッチフレーズですね。紅の豚のキャッチフレーズっていうのは、疲れて脳細胞が豆腐になった中年男のための漫画映画なんですけども、それは満員電車でエロい記事を恥ずかしげもなくて言ってもいいんですけど、読むのを楽しみにしてるごく普通のおじさんたちのために、宮崎駿がサービスで作る映画になるはずだったんですよね。で、その意味ではですね、今のオタク少年たちと宮崎駿は、さっき言った童貞妄想みたいなので、すごい趣味が似てるので、女子にはね、バレないように作ってるのが、ちょっとそこら辺が今時の男子漫画と違うところ、宮崎駿の上手いところだと思います。さて、お話進んで、ポルコが楽しく、うひょ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 と妄想している間にですね、空賊たちは真面目に働いています。バカンスツアーの女学生たちの正体がわかるのも、このシーンですね。着水するダボハゼ号。マンマユート団の飛行艇はですね、ダボハゼ号と言われます。ダボハゼ号ですね、水面にまるで叩きつけるようにですね、こう水面があったら水面にドーンというふうに着水します。これダボハゼ号と同型のものがなかったのでですね、なんとなくシルエット似てるものを使いますけどもですね、ダボハゼ号はですね、着水するときにこういうふうに静かに降りてくるんではなくて、上から叩きつけるように
バシャーンっていう風に降りるんですよ。これなんでかっていうと、マンマユートのこのダボハゼ号のですね、モデルになったと言われるのは、ドルニエというですね、ドイツの飛行艇ですね。僕はこの DOJ というタイプじゃないかなと思ってます。エンジンが前後に2つあってですね、で、スポンソンと言われるですね、下の短い翼みたいな張り出しも、形大体似てるからです。ドルニエのもっと大きい飛行艇だという人がいますけども、いや、そんなも大きいの買う金、まあ言うとねえぜ、と思う。首のあたりをですね、この飛行艇風に改造して、船っぽくしてるんじゃないかなというふうに思ってます。こいつをですね、原型がわからないほど改造してます。特徴はですね、この主翼の下についている、さっきも言ったスポンソンというやつですね。スポンソンっていうのは、水面に降りた時にですね、安定させるためのフロート兼、短めの羽みたいなやつなんですけども、なんでマンマユート号がですね、叩きつけるように着水しているのかっていうと、スポンソンによってですね、水面近くで地上効果が発生しているからですね。地上効果というのは何かっていうと、例えば地面近くで飛行機浮き上がる力が一時的にすごい増すんですよ。琵琶湖でやってる鳥人間コンテストの映像を見たことありますか？あれの滑空部門とか、水面ギリギリをみんな飛びますよね。なんでもっと高度上げないのかって、それでは地上効果が得られないからです。水面ギリギリの、いわゆる高度1メートルぐらいのところだったらですね、あのサイズの無人機、琵琶湖で飛んでる滑空機でもですね、地面効果があってですね、割と楽々飛べるんですね。で、それが高度5メートルとか10メートルに上がっちゃうと、地面効果がなくなってですね、あんまり飛べなくなるんですね。ダボハゼ号もですね、ちょっとスポンソンが大きすぎて揚力が発生しちゃうんですね。で、水面近くにそのスポンソンがあると、この腹揚器と同じなんですけど、この下の翼でですね、それだけで地上効果が発生してしまうと。だから、水蒸気って実は、というか、腹揚器の羽が下についてるやつってね、着陸めちゃくちゃ難しいんですって。なんかね、地面とか水面に着陸しようとした瞬間に、地上効果が発生してしまって、浮き上がって浮き上がって浮き上がって降りられないと。で、速度が遅くなって失速するということが何回も起きてるのですね。割と、この下に翼があるやつは叩きつけるように着陸しろというふうに言われてます。空母で飛行機が着艦するとき、第二次大戦でもそうなんですけども、飛行機ですね、割と真横から来るんではなくて、斜め上からね、甲板に落ちるみたいに降りてくるんですね。あれも同じで、地上効果が発生するのを、なんというか、防ぐっていうのかな、逃れるためですね。パイロットが思っているより地上効果によって浮き上がって、ずっと先に着水してしまうので、無理やり落としちゃった。もう一つ、チャーター船を逃さず、その鼻先で船をもう止めたいためにですね、水の抵抗を得ようとしてですね、バシャンと降りたのかもわかんないです。というふうにですね、マンマユート団はですね、ちゃんと真面目に仕事をしております。ポルコです。まさかですね、自分がこれから助けに行く女学生たちっていうのがですね、幼女とは知るわけもないんですよね。なので、意気揚々と愛機サボイアに乗り込みます。で、このシーンですね、桟橋の上をこのポルコが歩くんですけども、この尾翼の部分を避けて乗ります。下が乗った瞬間の絵なんですけど、見比べてください。このポルコの、コックピットの横にあるプロペラ、ちっちゃいプロペラが、ほぼですね、水面のドラム缶の位置まで下がってます。これどういうことかというと、ポルコが乗った瞬間にポルコの体重の重みでですね、サボイア号がぐっと汽水が沈んだという表現なんですね。小さいシーンですけども、ここら辺のですね、描写、めちゃくちゃうまいです。まず、尾翼を、この、後ろの翼を迂回してですね、ちょっと迂回して、狭そうにですね、ポルコが太ってる体をですね、桟橋の上で器用に折り曲げて歩くっていうのは、これはね、人物の演技なんですよ。次にですね、ポルコが乗り込むとサボイアが沈んでいくっていうのは、これは物理描写です。物理描写の、演技ですね。で、人物描写と物理描写をですね、両方コントロールしてるんですよ。このワンカットなんで。そうすると作品にね、めちゃくちゃリアリティ出るんですよ。人物のこのちょっとした動きでも、いわゆるこの世界の片隅のような、これリアルだなっていうのがあるんですけど、それと同時に物理現象も、やってしまうと、本当にね、あるように見えちゃうというか、僕らそういうのを見ちゃうと、その場に行きたいなというふうに思っちゃうんですね。サボイア号、ぐっと沈んだサボイア号に乗り込んで、クランクを回し始めます。ぐわーっと回しますね。で、何やら重たい回転音が聞こえて、で、ポルコが足でレバーを踏ん張ったらですね、エンジンがかかると。で、この手でクランクガーッと回してるのはですね、いわば巨大な弾み車ですね。鉄製、金属製のですね、車です。鉄かどうか僕材質知らないんですけどもですね、この弾み車を十分に回して回転エネルギーが溜まったらですね、足のレバーでクラッチを入れてですね、エンジンに回転エネルギーを与えると。自動車のセルモーターのスターターみたいなものを手動でやってると思ってください。
本当はこれですね、なんでこんな足で操作しなきゃいけないのかっていうと、本当はポルコは座ってて、整備士がこれやる仕事なんですよね。整備士がやる仕事なんですけども、ポルコはですね、一人で空賊退治してるので、いつの間にかこういう悲しいですね、一人二役に慣れてしまったと。最初のうちは、なんで俺がこんな足でとか思ってたんですけど、いつの間にかこう慣れてしまってるんですね。で、エンジンが動き出してですね、すごい煙にポルコがむせます。シートベルトを締めるとですね、ポルコの横の小さなプロペラが回転しだします。このプロペラです。ここのプロペラが回転してですね、ポルコがですね、シートベルトを締めるんですけども、ダイナモ、いわゆる発電機だそうです。大きいプロペラが回って風が起こると、この小さいプロペラが回って、これが自転車のですね、ダイナモと同じようにですね、風を受けて回転することで微弱な電力を発生すると。この電力がだんだん増えてきて、ポンプのモーターを動かしてですね、つまり、ポルコが乗っている、サボイア号の燃料タンクから燃料を引き上げるというですね、モーターを動かすそうです。スロットルをポルコは入れます。エンジンがガーッと回り出すとですね、こちらが前です。ポルコがですね、こう、スロットルを握ってガシャッと前へ倒します。で、この大きいのがスロットル、いわゆるエンジンの出力だというのはわかるんですけども、赤い玉のついた、この親指でですね、カクンと引っ張ってるレバーですね。このレバーも同時に動かすんですよ。で、これ、コンテを見るとタイミングレバーって書いてるんですけども、何のことかわかんないんですね。一応知ってる人とかにいろいろ聞いてみるとですね、ミクスチャーレバーじゃないかというふうに言われました。僕は宮崎さんみたいに飛行機マニアじゃないので、Facebook や Twitter で教えてもらったんですけども、燃料をエンジン内に噴射するときに燃料と空気の混合比を変えるためのですね、レバーらしいです。だから最初にですね、エンジンスタートさせた時に煙が出るのは燃料が濃すぎるからであってですね、噴射の時の燃料を少なくして完全燃焼させるための措置だそうですね。こうやってミクスチャーレバーを前へ倒して、いわゆる燃料がリッチな状態からリーンな状態っていうふうに言うらしいんですけど、バイク乗ってる人だったらわかりますかね？なんかリッチからリーンに切り替えてですね、そうじゃなくてこれタイミングレバーだから本当に燃料の噴射タイミング、いわゆるエンジンのピストンの中で気筒が動いてる時に、どの位置で燃料を噴射するのかを切り替えるタイミングレバーだという人もいるんですよね。始動時は遅くてエンジンの回転数が上がるようにすることで、ノッキングを防ぐっていうふうにその人言うんですけども、もうこれどっちが正しいのか僕はわかんないんですけども、ただ、このさっきのポルコが乗り込んで船が沈むシーンで、クランク回して、足でレバーを蹴ってエンジンかけるシーン、乗り込んでったら横のプロペラが回るシーン、このスロットルを上げて同時にミクスチャーレバー、タイミングレバーも前を落とすシーンというのは一連の流れでポルコの普段の動作として見ていてかっこいいんですね。モビルスーツ、いわゆるガンダムみたいなものを見たときに、乗ってから人間がどのような動きをするのかっていうのって散々いろいろやってきたんですよ。でも、大体スイッチ目の前のものをパチ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 って入れるっていうですね、考えてるんでしょうし、リアルなんだろうけども、そんなもんかなというものになりがちなんですけど、このポルコの全身使って次々といろんな機械やってって、エンジンの出力を上げるために、自分の機体の状態を持っていって、最後にスロットを進めるというのがすごい気持ちいい。ダン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 ダダンダダンっていう、このシーンの音楽と相まってですね、割とね、サンダーバードの出撃シーンに匹敵する名発信のシーンじゃないかなと思うんですよ。で、これやった後ですね、さっきの風車がくるくる回った後、ポルコは自分の工程をですね、桟橋に軽く係留していたもやい綱をですね、桟橋の上にポイッと捨てるんですね。左手だけで。ポイッと捨てる捨て方も濡らさないように。濡れてしまって、ロープが腐ってはもったいないからみたいな感じですね。ギリギリちょっと桟橋の上でですね、水の中に落ちないようにポイッと投げるのもですね、もう本当にいつもの動作というような感じですね。この盛り上がり感がめちゃくちゃかっこいいなというふうに思うんですけども。これでようやっと加速します。加速して秘密基地を出るんですけども、これね、何のシーンかっていうと、一気に加速でそのまま離水、いわゆる離陸と行きたいんですけど、そうじゃないんですよ。なかなか離水できずにですね、一回飛び上がるんですけども、二回落ちちゃうんですね。一気にね、水面からでこういう風に上がるんじゃなくて、これビデオ撮った人確認してください。一回上がるんですけど、二回落ちて、これバウンドしてる時の水しぶきなんですね。一回上がってバウンドしてやっと飛ぶと。これ何かっていうとですね、飛行艇だからなんですよね。飛行艇っていうのはですね、基本的には飛行機じゃなくて船なんですよ。
船体も船大工が作ってる場合が多いんですね。だから特に風立ちぬに出てきたですね、カプローニおじさんっているじゃないですか、イタリアの。カプローニさんがですね、最初にですね、飛行艇作った時にですね、一緒に作ったのは、実の兄貴、お兄さんと船大工2人だったというぐらいですね、飛行機の専門家がいなくても、作れちゃったのがですね、この飛行艇ってやつなんですけども、いわゆるこれカーチスみたいなですね、これは水上飛行機なんですよ。飛行艇じゃない。フロートついてるだけの飛行機なんですよ。だからこのフロートの部分がですね、水に浮けば、水の強度っていうのはそんな考えなくていいんですけども、ところがですね、こいつ飛行艇っていうのは、この下の部分、胴体全部でですね、水の圧力っていうのを支えなきゃいけないから、実はね、ちょっと基本的に頑丈になってきちゃうんですよね。なので、やや重たいのが当たり前なんですよ。で、おまけにですね、ポルコの船はですね、エンジンの調子が悪いし、何より、これ見てください。後退翼なんですよ。カーチス見たらわかる通り、この時代の飛行機って大体ね、まっすぐなんですよ、翼がまっすぐ。まっすぐっていうのは揚力が発生しやすくて飛びやすくて、大体こんな時代のエンジンだったらこれが当たり前なんですけど、ポルコのやつにはですね、お前は第二次大戦後かっていうような後退角がついててですね、おまけに複葉機じゃなくて単葉機、スピード出したいから単葉機なもんですからですね、カーチスに比べて翼がめちゃくちゃでかいんですよ。これ同じスケールの模型なんですよ。なのでですね、重たい。離陸しにくいと。これはもう後々ですね、ミラノで改造した後もポルコがですね、離水、いわゆる飛び立つのに散々苦労するシーンがあるんですけど、あれなんでかというと、一重にこいつの重さと、あと後退角がついているおかげで、主翼の、扱い、飛ばし方がえらい難しくなってしまってですね、やったら飛ばしにくい機体だからなんですよね。やっと離水しました。でその頃ですね、マンマユータンたちは人質を捕まえますですね。このシーンですね。可愛いですね。楽しそうにマンマユート団にさらわれる幼稚園児たち。このシーンでですね、やっぱわかるのはですね、このアニメには悪者は出ませんと。本当の悪人は出ませんと。で、マンマユート団たちは、私たち人質なの？そうだよ。空賊っていうのね、よく知ってるねっていうふうに子供をあやしながらやるですね。もういいやつに見えちゃうんです。よくよく見るとこの左端の人物が後ろのベルトにですね手榴弾突っ込んで手にはライフル持ってるからですね、凶暴といえば凶暴、凶悪といえば凶悪なんですけど、ただ画面に映ってる限りは何の暴力沙汰も起こさないですね。ちょっといい人に見えちゃうんですね。だからこの安心して楽しんでくださいとおじさん向けに作ってるやつですから、そういう話じゃありません。ゴルゴ13じゃありませんと。誰も死にません。大丈夫ですよと。子供たちも安心ですよというふうに作ってます。マンマユート団がですね、人質をさらってるとですね、ポルコはさらわれた船を探しています。このさらわれた船を探しているポルコがですね、下を見下ろすシーン、3つ連続で並べたのはなんでかっていうと、まずこの水平尾翼に注目してほしいんですね。この水平尾翼ですね、なかなかわかりにくいんですけども、水平尾翼の後ろに舵があります。この位置ですね。で、この舵をですね、エレベーターと言います。こいつが、上向いたら飛行機が上昇して、下向いたら下降します。正確に言うと、こいつが上向いたら飛行機の機首は上を向いて、下を向いたら飛行機の機首は下を向くって、そういう仕掛けなんですけども、時々ね、飛行機うるさい人がいるんで、これはちゃんと言わないといけないんですけど、エレベーターです。このエレベーターがですね、ずーっと動いてるんですよ。で、それどころかこのシーンですね、見ると、この飛行機がずーっとこういう風に横にスライドしてるんですよね。飛行機でね、飛ぶっていうのはね、安定してないんですよ。ずっとこれ、ポルコが飛びながらこういう風になってたり、横にこのまま流れたりしてるシーンなんですけどもですね。こういう小さい飛行機に乗るっていうのは、左右に揺れるブランコに乗ってるようなイメージで考えてください。後ろに見えてるこの水平尾翼のですね、エレベーター、昇降段もですね、ずっと動いてると。で、飛行機っていうのはこの同じ高度で、ただ単に飛んでいくためにもですね、舵を割としょっちゅう動かさなきゃいけないというですね、ちょっと不便な乗り物でもあります。